どうも、あつしです。今回は喧嘩4つの組み手で相手に襟を持たせないような組み方について解説をします。それでは早速始めます。じゃあ喧嘩4つの組み手、こんな感じの組み手でお互いに襟を持っている状態から、相手に組ませないで自分だけ持ってて技に入るとか組んだ方がかけやすいですし、組み勝つことができる。もちろん故意に襟を隠したりとか距離を取ったりとかして組ませないのはこれ反則になってしまうんですけども、自分が持って相手に組ませないようにするための方法っていうのをいくつか紹介します。まずは相手が上から握ってきた時、ここで例えば切って離してからまた相手に組まれてしまうと、これせっかく切ったのにもったいないというか無駄になってしまうので、この切ってからなるべくならここで相手と距離を取った方がいいので、まずは相手と距離を取るために相手を押す。その時に肘を上に上げるようにして、上に上げるとここでちょっとまた距離を取ることができる。肘を上げて、このような状態から切った後にちょっと肘を上げてあげると、ここの距離、襟までの距離が遠くなるというので、このまず肘を上げるとか、あとは組んできそうになった時に当然緩んでたりとかたわんでたら相手持ちやすいので、引っ張ってたるみをなくしておくと。そうすると相手襟持ちにくかったりするので、襟を隠したりとか故意に持たせないようにしてしまうと、こちら持たせない方が反則を取られてしまうので、例えば切った後にちょっとここの相手が持ちやすいこのスペースをなくすっていうんですかね、ギュッと引くような感じ、下に引っ張ってこのたるみをなくしてあげるっていうことをするだけでも襟を持ちにくくすることができると。ただ背中を持ったりとか奥襟を持ったりする人に関しても、ここで切ってから背中をぐっと丸めてあげるっていうんですかね、奥襟とか背中を持ってこようとすると、ここで離した後にここで背中をちょっと丸めてあげて、襟の柔道着のたるみがあると相手持ちやすくなってしまうので、この持った後に背中を丸めるなどして、ここの柔道着のたるみをなくす、緩みをなくすと、これでも相手柔道着持ちにくくなると思います。あとは相手が持ってきた時に頭で邪魔するっていうんですか、首を曲げてここのスペースをなくすっていうことをすると相手持ちにくくなるので、相手に方に頭を傾けるっていうんですかね。そうするとここでのスペース、隙間もなくなるので持ちにくくなるとか、このちょっとしたことで相手に柔道着を持つまでの時間を稼ぐというか、なるべくすぐ持たせないようにすると、そこから自分が技を仕掛けるチャンスができますので、今みたいに相手が上から持ってくる時、そういうのをいろいろ組み合わせながら、なるべく組ませないようにして、そこから技に行くとか、先に引き手を持つとか足をかけるとかして自分のペースに行くと。で次、下から持つパターンっていうのは、上から持つ時にはさっき距離を取るように肘を上げるとか肘を伸ばすと。そうすると今度ここにスペースができるので、相手は下から持ってこようとすると。下から持つとここにスペースができるので持ちやすいと。だからその時にはこういう感じで自分の肘を曲げて相手の手をいなすというか前にやると。そうすると相手ここから襟を持つことができないと。上から持ってきた時にはここで肘を上げてここで距離を取るようにすると。ただ相手はこっち側に持ってこようとすると、すぐ肘を内側に入れて相手の前腕のところを自分の前腕を当てて肘を前にやると。そうすると相手持つことができないので、ここでまた自分のペース、足技をかけたりとか、ここから持ってきた瞬間に持ちに行くとかして相手が襟を持たなくすることができると。持ってきてここから相手が持ってきた時にはで、今度また相手が上から持ってこようとした時にはここでまた距離を離してあげると相手は襟を持つことができない。こういう釣り手の使い方っていうんですかね。上から持ってきた時には肘を上に上げる。相手を内側に持ってきた時には肘を曲げて曲げながら内側にというか、ここで言うとちょっと前側にやってあげると相手襟を持つことができないので、こういうふうにうまいこと釣り手を使ってあげると。あとはもうちょっと相手がさらに内側から頑張って持ってこようとした時には、
自分のこの釣り手をちょっと下げてあげると、ここで相手の腕さらに下げることができるというか、持ちにくくすることができると。だからこの釣り手の位置っていうんですかね、相手と距離を取るためにはなるべくこの鎖骨あたりのところをグッと押してあげると上から距離が取れると。で反対にグッと下から持ってきた時にはちょっとここで柔道着を滑らしながら持ってあげると、よりこう内側にというか相手の腕をこう押さえつけることができると。なのでこういうふうに、で今度ここで緩んでしまってまた上に上げる時にはここから持ち直すっていうのはちょっと難しいので、相手が上から持ってきた時にはそのまんま柔道着を上に上げると、ここでまた相手の鎖骨あたりを押し付けることができると、上から持つことがしにくくなるというので、この襟の使い方、持つところっていうのを少しこういうふうに工夫してあげると、柔道着持ちにくくすることができると。上から持ってきた場合、下から持ってきた場合で、さらに上から持ってきた時距離を取る。でさらにこう体をひねったりすると、より相手と柔道着遠くなる。でそこで相手を下から持っていこうとしたら、ここでスッと内側に持ってきてあげるという、この釣り手の使い方、あとは襟の持つところのちょっとこうずらすというやり方っていうのをマスターすると、喧嘩四つでもうまく技につなぐことができるかと思います。喧嘩四つ、襟を先に持つことができると、引き手の取り合いというか、引き手もすぐ取ることができて、そこから技につなげることができますので、やっぱりこの釣り手の使い方、手首を柔らかく使いながらこう肘を入れたりとか外に出したりとかっていうのは、この技の入るタイミングでもこの肘の使い方っていうのをうまくすることができると、投げることができるようになりますので、この釣り手の使い方っていうのもぜひ練習してみてください。今回は喧嘩4つでの釣り手の使い方ということで、柔道着を持ちにくくする方法っていうのを解説しました。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。それでは早速始めます。もう一回ちょっと組手、これは反対なんです。いいよ。喧嘩4つだから。手を上げてあげると、肘を上げてあげると、そうすると相手ここから襟を持つことができない。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。